どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は新型 iPad Air 5、第5世代ですね。こちらがついに登場しましたので、ついにこれ Apple イベント正式発表されました。なのでね、この進化点とか、新機能とか、もろもろについてね、今回分かりやすくね、できる限り分かりやすくお伝えしたいかなと思います。iPad Air 5ですね。第5世代これ新しく登場しましたので、買いなのかどうかね、買ってもいいのかどうかっていう部分ね、非常に気になるんじゃないかなと思いますので、この辺もね、正直にね、話したいと思います。特に今まであったその Air 4ですね、iPad Air の第4世代とね、比較とかしつつ、じゃあどっちがいいのかっていう部分もですね、そういったところでね、悩む方も、いらっしゃるんじゃないかなというところで、今回動画したわけなんですけども、皆さんやっぱ新型がこう出たんであれば、買った方がいいんじゃないかっていうね、思いはあると思うんですよね。僕だったら、そう思うかなっていうところで、今回はなんでどういった部分で、じゃあ新型がこうね、変わったのかっていうところですね。新機能とか含めて、そこら辺が分かれば、じゃあ買おうかなとか、じゃあやっぱりやめとこうかなみたいな、判断ってしやすいと思いますので、特になんかその例えば魅力的なね、部分がないんであれば、1個型落ちになった iPad Air 4買っちゃおうとか、iPad にしちゃおうとか、いろいろ考えれるわけなんで、今回なんでその進化点とか、新機能の部分だったりとか、と、僕、個人的なそのね、意見とかはもちろんですね、ここがいいとか、残念なポイントとか含めて、こういった方がやっぱ、第5世代おすすめなんじゃないかなっていうところだったりとか、逆に、こういった人は iPad Air 4の方が良かったりとか、他のモデルおすすめじゃないっていうね、形で、提案とかね、ちょっとしたいと思いますので、ぜひちょっと購入をね、今、検討してる方のね、参考になればと思います。なんで僕自身もね、このガジェットのブログっていうのをね、だいたい4年ぐらい続けてたりしますし、YouTube も今、もうそろそろ2年ぐらいで、今動画も100本以上ね、上がってたりしますので、昨日というか、今日か、朝のライブ配信もしたんですけども、Apple イベントの。なんで今回、紹介するこういった動画以外もですね、有益な動画というか、今後もちょっとまた他に新製品出てるので、買った方がいいのか、みたいなところを含めてですね、どんどん動画上げていきますんで、気になる方はぜひ赤いね、このチャンネル登録ボタンとね、横の通知ベルですね、特に、これを押していただければと思います。チャンネル登録していただくとですね、コミュニティ欄っていうのがあるんですけど、お得なね、そのセール情報っていうのがね、流れるんで、すごい、例えば今、この Apple 製品ね、すごい安くなってるんで、これ絶対買った方がいいですよ、みたいな。そういった情報をですね、僕毎日のようにね、見てるんで、わかるんですよね。こう安くなったタイミングとかが。どうやらなんかチャンネル登録しないとね、見れないみたいなので、ぜひなんで登録と、その見逃さないようにね、横の通知ベルっていうのを押していただければ、確実にね、届いて損しないと思いますので、ぜひ、オンにしてみてください。ということで、まずはじゃあ新型 iPad Air 第5世代、どうなったのかっていうね、ところの前にですね、そっちは知りたい方はもうちょっと飛んでいただいて大丈夫なんですけど、そもそも現在というか、今までラインナップにあった iPad Air の第4世代ですね、iPad Air 4の方、ちょっと簡単におさらいしたいと思うんですけども、まず iPad Air 4のこれ特徴としてはですね、カラフルなデザインですね。カラーバリエーションがあって、iPad Pro とかに近い機能とか、性能ですね。そういったものを画面とか備えつつも、やっぱプロのモデルよりも、ちょっとやっぱ価格を抑えて、やっぱお求めやすい、エントリーモデルというかね、そういった iPad っていうのが、iPad Air というね、特徴なんですけども、Air 4自体は2020年の9月ですね、だいたい1年半ぐらい経つんですけども、発表されまして、iPad Pro のようなね、今のようなその全画面のデザインに新しくなりました。それによってなんで今までこの搭載されてたタッチ ID のね、あるホームボタンがですね、廃止されまして、でこれ新しく電源ボタンと一体化してタッチ ID っていうのがね、電源ボタンの内蔵型の、指紋認証の形になったと。なんで例えばその外出先とかでね、マスクつけたりとか、認証されるので、結構外とかでも使いやすいのかなっていう思いますけども、ここはなんか iPad Pro とかね、iPhone とかであれば、今、Face ID っていう形のね、認証になってるんです。顔認証ですね。マスクだと、どうしても使いづらさっていうのはあるんですけども、大体多分、この動画出る来週ぐらいには iOS のアップデートで、Face ID が、マスクつけた状態でもできるっていうね、ものが来るので、そっちについては、また別の動画でね、解説してますので、気になる方は見ていただければと思うんですけど、ちょっと脱線したんですが、マジックキーボードをこちらにも対応したので、例えばそのパソコンみたいにちょっとキーボードをつけて、一応あとトラックパッドとかもあるんですけども、磁石でこう簡単にですね、Bluetooth でくっつけるだけでペアリングされるので、マ
マジックキーボード、それでケースにもなるので、Apple Pencil、これ第2世代とかにも対応したので、例えばこう側面にくっつけてね、持ち運んだりできるので、なくす心配がなかったりとか、あと充電とかもね、ペアリング、そういったものもくっつけることで同時にね、してくれるので、非常にこう使いやすいのかなっていうね、第1世代とかに比べると。あとはこれ端子がですね、USB Type-C になりましたので、iPhone みたいに例えばライトニング端子をもうわざわざね、持ち運ばなくてもよかったりとか、iPhone だけだよって感じなんですけども、データのやっぱ転送とか、転送のそのスピードですね、とかもやっぱ速かったりするので、充電スピードとかも。非常にこう使いやすいのかなと思いますね。で、性能については、iPad Air 4は A14 バイオニックチップ、搭載してまして、iPhone 12シリーズと同じものですね。ここ正直十分かなっていう性能ですね。ったことをですね、ちょっと踏まえた上で iPad Air のこの新型、第5世代出たんですけども、じゃあどういった点がね、進化したのかっていうのをね、これ非常に気になりますよね。はい。ということで、ちょっとわかりやすくね、できる限りわかりやすく説明したいと思います。で、まずはこの iPad Air 5のこのデザインについてなんですけども、なんとね、今回デザインがですね、全く変わってません。はい、安心してください。もう全然、全く一緒です。はい、ありがとうございます。残念ながらですね、この画面とか、背面のデザインに関しては、全く一緒なんですけども、新しくね、カラーバリエーションっていうのがね、増えました。Air 4の方が、スペースグレー、ホワイト、ピンク、あと、スカイブルーとグリーンっていうね、5色展開だったんですけども、で、Air 5は、スペースグレーは同じなんですけども、スターライト、これがなんでシルバーに変わるものと、あと、ピンクとか、あと、新たにパープルと、あと、濃いめのブルーがね、ブルーモデルっていうのがこれ新たに追加されましたと。はい。で、ピンクに関しても、ちょっとね、やっぱ微妙に違う感じになってまして、基本的には昨年出ました iPad mini の第6世代、新しいモデルのカラーと同じようなラインナップにはなっておりますと。個人的には結構この濃いブルーとかがね、結構推しではあるんですけども、スカイブルーとかもいいんですけどね。ただ残念ながらグリーンモデルっていうのはね、なくなっちゃいましたけども。ということで、ちょっと新型 iPad Air の進化点ですね。どっちかというと中身の方の進化をですね、主にちょっと3つほどですね、まとめましたので、後編ちょっと分かりやすくお話ししていきたいと思うんですけども、まず1つ目のね、進化点としては M1 チップ、こちらの搭載ですね。はい。噂では A15 バイオニックチップとかね、iPhone、13 Pro とかとね、同じようなものが載るんじゃないかと言われてたんですけども、今回の場合はなんで iPad Pro とかですね、MacBook とかに載ってると同じ M1 チップがね、搭載されました。僕も M1 の MacBook Air とかだったりですね、iPad Pro、これレビューをね、してるんですけども、特徴としては、非常に高性能とか、でありながら、省電力性能というか、本当に使っててもバッテリーが減らないっていうのがね、なかなかすごいところなんですけども、ただこの M1 のね、例えば iPad Air とか iPad に関しては、バッテリー時間はね、一緒なんですけども、CPU 性能とかに関しては、司令塔のところですね、頭脳的なところでは A14、さっきの iPad Air 4の、だいたい 60% ぐらい高速最大でだったりとか、ここに関してはおそらくね、普通に使ってる分では感じないと思うんですけど、あとGPU 性能とかに関しては、最大で2倍速いということで、なので例えばなんですけど、動画編集とか、重めの画像の編集とかですね、ゲームとかに関しては、割とちょっと差はあるのかなっていう、体感でどこまで感じるかっていうのはね、微妙なところなんですけども、タブレットの中では、ほぼ本当最速クラスと言っていいんじゃないかな、最高性能と言っていいぐらいのものではあると思いますね。はい。正直なんでちょっと iPad にはもったいないぐらいの性能ではあります。ここは一応iPad mini のね、やっぱ第6世代とかの差別化にはなってるのかなと。なんで性能としては、基本的に iPad Pro と同じだと思ってもらえれば大丈夫ですね。進化点、2つ目としましては、セルラーモデル。こちらがですね、5G 対応いたしました。5G 通信なんですけども、この先ほど同様に iPad mini の第6世代と同じ感じですね、5G 対応なんですけども、iPad Air 5もね、やっぱ予想通り来たっていうところではあるんですけど、セルラーモデルはスマートフォンと同じようにですね、SIM カードってものを入れることで、電波が例えば Wi-Fi がないような状況でも契約ね、皆さんしてると思うんですけども、電波がずっとつながった状態で、iPad を使えるっていうものになるんですけども、ただやっぱ 5G ちょっと対応したので、価格自体はね、ちょっと正直高いかなっていうセルラーモデルに関しては思いました。
まあ、ただ Wi-Fi モデルに関しては、ここはまあ関係ないので、まあ 5G 対応したんだなって思ってもらえれば全然、まあそれぐらいでいいかなっていうところですね。で、5G ちなみにですね、Sub6 っていうもののみの対応になっております。まあ一応 5G2 種類ありまして、Sub6 とまあミリ波ってものにね、まあ大きく分かれるんですけども、いわゆる Sub6 っていうものは、まあイメージとしては、まあ 4.5G ぐらいのイメージですね。4G にちょっと毛が生えたぐらいの、まあ基本的には 4G の技術を使ってちょっと速くなったみたいなイメージでいいんですけども、で皆さんが多分想像するなんか5秒、まあ何秒かで2時間ぐらいの映画がビューンってね、こうダウンロードされるみたいなやつは、まあいわゆる、ミリ波っていうやつなんですよね。まあそちらにはまあ今のところ、まあ対応はしてないという感じではあります。はい。まあただ使える範囲がまあほぼないので、まあ対応してもっていう感じではあるんですけど、進化点3つ目いたしましては、インカメラ性能、こちらの向上ですね。一応12メガピクセルのまあインカメラ性能、超広角カメラですね。まあ画角のこう、広く映せるカメラっていうのが、まあようやく iPad Air の方にもね、一応他の iPad のモデルは全部これついてるんですけども、まあようやくつきましたと。他の iPad と同じですね、センターフレームっていうね、機能がこれ搭載されまして、これまあ何が変わるかと言いますと、インカメラ、まあ例えばインカメラの画質、まあもちろんまあ良くなったりっていうのもあるんですけども、まあその広い画角で、例えばそのビデオ通話とかしたりするときに、まあより多くのまあ人とか物をまあ映せるようにまあなるっていうところなんですよね。例えば自動でじゃあ自分が動いたら、こう動いた通りにカメラも動いてくれたりとか、例えばじゃあもう一人人が入ってきたら、こう画角をね広くして映るようにしてくれたりとか、まあそういったのを自動でしてくれるっていうね、機能があるんですけども、まあ僕はちょっと正直あんま使う機会がなかったんですけども、まあオンライン会議とかね、まあ基本的にフェイスタイムとか、まあ使う方であれば結構メリットあるのかなと。あとまあ細かいまあ進化点とかですね、あと USB-C のデータ転送のスピードが、まあ最大で2倍になっておりますと。なので例えば iPad に重めのね、データとか、あとなんで動画とかですね、大量の動画とか写真とかを、まあ、送る時のこう時間とかが転送スピードがですね、まあ、非常にこう短くなるところはあると思います。まああとは一応まあ多少まあカメラとか、まあ動画の性能がね、まあちょっとまあ良くはなってるかなっていうところであるんですけども、ここは正直そんなね、大差はないと思うんで、まあちょっと気になる方はね、調べていただければと思いますけども、まあ分かりやすく言うと、やっぱり iPad mini 6に搭載されてたものが、まあこう手堅く iPad Air、こう第5世代にもしっかりこう搭載されたかなっていう、まあマイナーアップデートなイメージはあるんですけども、まあもちろんM1 チップ搭載とか、まあカラフルになったりとかはあるんですけど、逆にまあちょっと残念だった点で言うとですね、まず1個目としてストレージ容量なんですけども、こちらに関しては一緒、前のモデルと同じっていう形になっておりますと。まあなので、今 64GB と 256GB の選択肢になっておりますので、その間の 128GB 欲しいんだけどっていう時は、ないんですよね。まあ64か256しかないんで、まあそこはちょっとまあ残念かなっていうところ。2つ目残念なポイントとしては、価格がね、まあちょっとやっぱ値上がりしてますね。5000円ほどではあるんですけど、税込みの価格で上がっておりますと。まあなので一応まあ最安の 64GB、まあ Wi-Fi のモデルでですね、税込みで74,800円から。で、セルラーモデルだと、まあ92,800円からという形になってるので、まあ正直ちょっと高いかなっていう印象は、受けましたね。まあほぼ iPad Pro とまあ変わらないぐらいの価格にはなってくるので、はい。で、特にじゃあ256ギガでね、じゃあ Wi-Fi セルラー、これセルラーモデルにしたら、まあ11万円ぐらいになるんで、まあこれだったらちょっと Mac 買った方がいいんじゃないかなっていう思うぐらいの価格にはなりますと。で、まあ Air 4が、まあ一応、まあ税込みでまあ6万9000円ぐらいでね、から買えたので、おそらく値段がね、上がった原因としては、まあ円安化があるとは思うんですけども、まあちょっとやっぱ気になったかなっていうところですね。じゃあ新型 iPad Air のね、発売日と予約開始日についてなんですけども、3月11日ですね、金曜日に予約開始。発売日がその翌週の3月18日。同じく金曜日という。で、予約の開始時間については、まあ、特に今のところで書いてないんですけども、まあ、おそらく夜の9時とかね、今までの傾向だとになるんじゃないかなと思っております。ということで最後ね、じゃあ新型 iPad Air、これ第5世代買うべきかどうか。正直どうなんですかっていうね、ところ、ね、僕の個人的な意見ではありますけども、お伝えしていきますと、個人的にはやっぱまあそこまでね、まあ大きな変化っていうのは見られなかったっていうのが、まあ正直な印象なんですけども、iPad Air 5、まあこういった方おすすめなんじゃないかなっていう方に関してなんですけど、例えば今回初めてまあ iPad を購入するよとか、まあそういった方はもちろんですね、まあ新型のやっぱモデルのまあカラーバリエーションとか、まあ、例えばこのブルーがね、濃いブルーがやっぱ気に入ったなとか、まあ、そういったのあればです
ですね、そういったものあれば全然まあいいんじゃないかなと思いますし、先ほどまあちょっと説明したね、機能がやっぱり今は欲しかったなとか、まあ興味あるなみたいな方であれば、まあ全然別に買ってもね、まあいいんじゃないかなと思います。まああとはやっぱり M1 チップとかでGPU 性能がね、特に、グラフィック性能が上がってるので、特にじゃあ重めのまあゲームをまあ良くするとか、例えば原神とかね、PUBG モバイルとか、まあ結構そのグラフィックを使うようなゲーム、ちょっとまあリフレッシュレートとかね、まあ画面のその滑らかさとかに関してはまあ 60Hz とかにはまあなっちゃうんですけど、あとはまあ動画編集とか、まあ画像の編集とかですね、まあ特にまあ仕事とか、まあ日常的にまあそういった作業を結構まあ iPad で行うみたいな、Adobe 関係のアプリとかですね、まあそういったものをデザインとか使うんであれば、こう M1 チップまあ活用できるまあ範囲はあるんじゃないかなと思います。まあそこら辺になるとまあちょっと iPad Pro とかもね、まあ検討してもいいと思うんですけど、まあじゃあ逆にちょっと iPad Air 5ね、まあおすすめじゃない方ですね。というかまあ別にじゃあ iPad Air 4でもまあいいんじゃないかなっていう思う方なんですけども、まあやっぱとにかくまあ価格をやっぱ抑えて、まあいろんな用途で使いたいみたいな方ですよね。まあ、安い価格で使いたいっていう方であれば、まあ特にやっぱその学生の方とかね、であればいいんじゃないかと思うんですけど、例えばやっぱその、まあ授業でね、なんかまあノート取ったりとかメモ取ったりとかね、まああとはそのパソコンライクにね、まあ基本的にはその書類とかメール返したりとか、まあそういった軽めの作業ですよね、パソコンみたいな感じで使いたいとか、まあもちろんその性能的には全然 Air 4でも第4世代の方でもね、全然問題なくできますので、で、またやっぱこの Air 5がやっぱまあ実際まだ発売されてないんですけど、今動画撮ってる時は発売されたらですね、市場にちょっと回ると、まあ、やっぱり Air 4のね、価格っていうのはやっぱり下がってくると思うので、そのコストパフォーマンスっていうまあ意味ではコスパはまあいいんじゃないかなっていうところはありますね。まあそれかまあ iPad Pro のまあ2018年モデルとかが、これまあ以前の動画でも言ったんですけど、まあ性能もやっぱそこまでまあ変わらないのと、同じぐらいのね、まあほぼ価格としては、まあほぼ多分6万ぐらいで買えると思うんで、中古とかね全然あるんで、あとまあその画面のさっき言った滑らかさっていうのが、リフレッシュレートっていうのがあるんですけども、まあ、いわゆる1秒間にその何回画面が書き換わってるかみたいなところなんですけども、まあ、120Hz なんですよね、プロモデルの場合は。はい。まあ、1秒間になんで120回ね、こう書き換わってるので、例えばまあゲームとかね、そのまあペンシルの書き心地にまあ若干影響してくるところあるんで、そういった意味でもまあプロモデルっていうのはね、まあ、そこら辺重視したいならプロもいいんじゃないかなと。まあ、特に2018年モデルとか、まあ、コストパフォーマンスって意味ではいいんじゃないかなと思います。まあ、なんで結論としてはまあ全然その iPad Air、まあ第5世代、まあ、買ってもいいとは思います。はい、思いますが、まあ、そのコストパフォーマンスがめちゃめちゃ優れてるかっていうと、まあそこまでまあ普通かなっていうところ、まあ一応 M1 チップ搭載とはいえなんですけども、まあそこまでその M1 チップが活かせることがあるのかなっていうのが正直まあちょっと疑問ではあるんですけど、まあなんで全然 Air 4とかでもまあいいのかなっていうのが、まあ正直なところですかね。まあやっぱ僕もね、最初購入した時はね、非常に、迷いに迷ったんで、で、この嬉しいコメントとしては、本当こう動画を見てね、やっぱ購入する決断ができましたとか、まあそういった声いただくのでね、非常にこう参考になったら、嬉しいですね。素晴らしいと思いますので、こういう動画見てまでね、検討をしっかりしようとしてもらってるんで、ちょっとまあ購入迷ってる方とかですね、まあこういったところをちょっと、こういったことに使いたいんですけど、まあどうですかみたいな、まあコメントとかもしいただければね、まあできる限り答えるので、まあ全部一応コメントは見てますんで、はい、コメントいただければと思います。で、まあ今回の動画以外もですね、こういったガジェットのレビューとか、特に Apple 製品とかなんですけども、まあ、できるだけね、こう分かりやすく動画にね、して発信していきますので、あとまあ今回他に登場したね、iPhone SE とか、Mac、新しい Mac もね、Mac Studio っていうのも出たんですけども、そこについてもね、じゃあ買った方がいいのかみたいな感じの動画もシリーズとして出していきますので、はい、気になる方はぜひね、今のうちにチャンネル登録とね、もちろんのことなんですけど、横のこのベルマークですね、ぜひクリックしていただければね、本当見逃さないのでね、ぜひこの損したくない方はですね、押していただければと思います。ということで、今回も動画を見てくれてありがとうございます。本当この動画がですね、少しでも本当ね、1ミリでも役に立ったなと思ったらぜひ高評価だったりですね、感想とかコメントいただければと思います。また次回のね、動画だったり、まあ Twitter だったり、Instagram でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。